都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。今週も川野選手、ゲイ選手、時戸選手、のび選手をお迎えして格ゲーシーンの未来について熱く語っていただきます。先週はセカンドキャリアや競技と認知拡大のバランスなど選手持ち込みのトークテーマについて議論を交わしました。そして今週は最後にのび選手お願いいたします。はい、新規参入っていうのをテーマでやっていきたいなと思います。格ゲー界ではゲームに興味を持つ人を増やすことが課題。この課題をどう克服する必要があるのか考えていきます。皆さんゲームを広めたい、有名にしたいっていう気持ちでやってらっしゃるっておっしゃってたんですけど、その配信をすることが今メインでゲームを知ってもらえる最善策と思ってやってらっしゃいますか？伝え方がそこがベストなのかなって。でもそれだと例えばのび選手の配信見に行ってすでに知ってる人が結構見るじゃないですか。どうやって広めようと。いやもう口コミでこいつやべえぞってそれはやっぱり例えばなんかのびさんの見てるけどこの人やばい、もうやばいでもいいんですよ、知ってもらえたら。それはもうキャラクター性のやばいってことですよね。そう、この人プロゲーマーで31歳なのにこんなイカれてるんだっていうところから入ってもらってもいいし、でそこで鉄拳をやってる俺を見てかっこいいと思って入ってくれてる人もいるかもしれないし、もう人間性を見て入ってきてもらってもいいし、何かしらの経緯で鉄拳に触れてもらえさえすればいいかなって思ってます。もう手段問わないです。感染税も含めてもちろんです、人口がってことですよね。なんか長きにわたってめちゃめちゃこう安定した層がいるのにさらにそれを追い求めていて、なんかこうはならないじゃないですか絶対、格ゲーって。でももうみんな名前は知ってますよね。鉄拳とかストリートファイター5の名前は結構知ってる人多いと思うんですよ。だからもっとみんなが好きになるには何が足りないと思ってるのかなって。なんですかね、その格闘ゲームの中でも鉄拳はやっぱ一番になりたいっていうのを目標にみんなで活動していきたいですし、の中で団結したいですよね。特にライセンスを持っている16人とかはその16人しか、要はプロとして認定されてるとかっていうわけじゃないですけど活動しやすい環境なので、そういう人たちで力を合わせて鉄拳を知らない人たちとかにもっともっと普及させる活動を何かできたらなとは思ってるんですけど、ここ最近結構動画の方も結構見やすく編集してとかってやると、そうなんですよね。彼がね、それこそ第一人者。編集自分でやってんの？最初自分でやってて途中からもう人に任せるようになったんですけど、ストリートファイター5は川野とかあとはストーム久保とかがそのいち早くもう2年ぐらい前からそういうことをやり始めて、でその動画についたファンがストリームを見るようになるから。なるほど。そう。だからそういうなんかね、面白いその鉄拳を使ったっていうコンテンツを使った面白い動画とかをちょっと作ってみて上げていく、定期的にできたら結構広がるんじゃないかなとはちょっと最近思ってます。そうですね、確かに。だから動画ってやっぱその軽く、配信って結構長い期間見ないといけないし、でも動画ってやっぱ5分とか10分とかなんで、見やすいし入りやすいっていうのもあるんで、そうだね。かなりいいと思うんですね。鉄拳勢らしさ出したいですよね。やっぱり血の気多いやつ多いですし、なんか鉄拳イコール荒れてるやつ多いイメージなんで、もうちゃんとそのね鉄拳っぽさを。そこで鉄拳っぽさ出したらやばい動画になってます。いやだからそれでいいやん。別にクリーンを求めすぎてるんよ。知ってもらえるだけでいい動画だ。一線超えないきゃいいと思ってるし、ラインさえ超えなくて鉄拳勢の良さを引き出したいなって思ってます。下手に迎合するよりはその文化らしさを守るっていうのは、これは結構大事なことなのかもしれないですね。僕はそれの方が鉄拳勢はむしろそういう色を出さなきゃいけないんですけど、今の時代それを出してしまうと良くない部分もあるので。本当にじゃあ格闘ゲームをその今知っている人以外に知ってもらうためにどうすればいいのかっていうのは、これはついて回る問題だし、その課題だと思うんですよ。でその一つの回答として、その動画、短い動画をしっかり作ってあげていくっていうところで YouTube にこう滞留している層を取り込むっていう話が今あったと思うんですけど、他に何かあります？思いつくこと。やっぱあれじゃないですか、ビジュアルじゃないですか。ビジュアル結構俺大事だと思ってて、最近10キロ太ったんで耳が痛い発言。いやちょっと待って。2人みんな、てか俺もやばいし、みんなだけど、かっこいい人っ
って少なからずファンはつくと思それはわかるうんですよね。で、俺今女性ファンがめっちゃ大事だと思うんですよ、地味に。お前それ言ったやん言ったっ前に。け？そう女性ファンすごい大事だな。広めてくれるんですよね。拡散をしてくれるし、拡散してくれますね。そうね、女性ファンって一度ついたらいろんな人にとにかく言ってくれて、自分その動画毎回見てくれてますし、コメントも見てくれてますし、いい方向しかなくて、でその女性ファンをつけるためにはだよね、どうすればっていうのは、それは俺も一個あります。それ一つあるのかなって思うんですけどね。ビジュアルとか清潔感とかそうですね。いう筋トレ始めたのはそういう理由だったんですかね。そうだね、再開したのは昔ちょっとやってて、学生時代に。あ、へえ、もともとねちょっと面白いなと思ったんだけど、でももうプロになってやらなくて、で最初やろうと思ったのは世に出てないこれよ、プロとかが。ただいつか来るかもしれないから準備しとこうぜっていう話になって、でちょっとやるようになったんかな。痩せます。それでもねそう俺も同じくなんよ。痩せましょう2人で。間違いない。まあでもトッププレイヤーがかっこよかったらいいね。そう俺もそう思ってます。なんか前にゲームセンターの五位にあるゲームセンターの講習会で1人30分なんですけど、その超遠くから地方から来てくれた男性がいて、じゃあ30分よろしくお願いしますって言った時に、お願いがあるんですって言われて、どうしたのって言ったら、僕の嫁と LINE 電話してもらえませんかって。で30分ひたすら嫁と電話を話すっていう、その講習会じゃなくなっちゃったその嫁さんがファンらしくて、こういうこともあるんだっていうのは勉強になりましたし、その方は今でもコメントしてくれてますし、大事かもね。見た目を良くすることでファンを増やす。一つ大事な項目ではあるかなとは思うんですけど、一時期僕そのゲームやってる人イコール家でずっと引きこもってるイメージみたいなのが強いっていう世間の風潮を変えたくて、めっちゃヒサロ行ってたんですよ。ヒサロにマジで行ってたんですよ。そっちね。なるほど。黒くて、黒くて強くてかっこいいゲームはマジやばくねと思って昔ですけど、いつ頃？ジグロだけどね。でも25、6っすね。あの時はマジ毎日ジム行って終わった後なんかスンドゥブ食べてヒサロ行って鉄拳やってみたいなことずっとなんかそんな時期はありました。なるほどね。マジで確かにジグロなんだよね。おかげでめっちゃシミやばいんですよ今。マジで取り返しつかないことになってて、でもそういうイメージを変えたいっていうのがあって一回やりましたね、本気で。人に歴史ありですね。あとは何でしょう、その外の業界に出ていくとかっていうのも、まあ、例えばもしかしたらそういうそうですね。新しい人に見てもらう。なんかだからコラボがすごい大事かなって思いました。他のゲームのやってる方とのコラボで、その人たちの興味を持ってこれる可能性ありますし、そこはめちゃめちゃ大事だなっていうのは思いましたね。そうだね、最近ね YouTube 始めさせてもらって、コラボ企画っていうのも何個かその話に出るんだけど、だからコラボする際にやっぱその相手にとってさ、なんかその興味深い人間である必要はあるから、そういうところを考えとくのは、常日頃から考えておくのはいいかもね。はい、間違いないです。そういうところなんか自分に言えるんじゃないかなとか、格闘ゲームならではのなんか考えとかがあれば、なんかそういう場にも出ていきやすい。まっとうな回答になりましたね。人間的魅力を高めることがファンを増やすっていう、これはでも当然のだし、多分やるべきこ大切ですね。とであると、大事。非常にいい結論に達しました。大切ですね。はい。格ゲー喫茶ハメジュンがオープンしておよそ2年7ヶ月が経ちました。閉店の前に今まで出演いただいた思い出など少しだけ振り返っていただきます。さて、格ゲー喫茶ハメジュン、本日のゲスト4人にはいろいろと関わっていただきました。思い出やハメジュンが果たしていた役割など、伺ってもよろしいでしょうか。番組に対しての思いっていうんであれば、やっぱ最初呼ばれたのが確か若手のトーナメントをやるみたいな感じで時戸さんに招待されて出て、やっぱそう考えると今こういう立場で呼ばれるっていうのはすごい感慨深いですし、これがね、一旦これで休止ということで、そういう節目に呼ばれることもすごい光栄なことですし、楽しかったなと思いますね。はい、印象に残っているシーンなどございますか？でもやっぱちょっとかぶっちゃいますけど、一番最初の若手招待ですよね。やっぱあの時って本当に自分露出なかったんで、こういう場に呼んでもらえることってすごい嬉しかったですし、すごいアピールしようっていう気分にもなりましたんで、そういうチャンスくれたの嬉しいですし、結構気合い入れて臨んだんですけど1回戦負けだったっていう爪痕残せずでした。確かに
ありましたね。ありましたね。東木戸選手が見繕った若手選手によるトーナメント。そうなんです。若手やってもらって、うん最後僕はしっかりいただく予定だったんですけど、うんまあそこに負けてしまい最後に優勝した水沢選手とのエキシビションマッチがあったんですけど、水沢選手は勝利するという。しかも俺それ用に練習してったからその環境用に練習してって負けるという。しかも僕は僕で1回戦負けですからね。まあそういう時もあります。いろんなことをやっていただいた番組ですからね。はい。いやでも楽しかったです。はい、はい、ありがとうございます。いや僕もね実は今までで6回も呼んでいただいて、こういう大事な節目でも呼んでいただいて本当ありがとうございます。でやっぱそのハメジュンカップも第1回目1回あった時はまあ優勝できなかったんですけど、2回目でちゃんとリベンジで優勝できて、やっぱ優勝ってやっぱ結構僕の中でどんな大会であろうと一つでも多く優勝できることにやっぱ自信につながるのでありがたいあれでした。優勝でした。すみません、噛みました。大丈夫です。ありがとうございあります。がとうございます。思い出に残っているシーンはありますか？そうですね。僕も第1回の時に、まあ、この場所だったんですけど、はい、その時もほとんどメディア出演とかなくて、うんどういう感じで話していいのか分かんなかったんですけど、本当なんか喋りやすいアットホームみたいな感覚だったので気楽にできたなっていうのがまず一つと、まあ、何回かその呼んでいただいたことによって、まあ、少しずつ喋っていけるようになったので、なんかこの番組で僕はなんか結構トークとかも少しは成長できたのかなっていうふうに思ってはいます。はいはい、ありがとうございます。はい、本当にね複数回参加させていただいて、面白い話もさせていただいたし、はい、あと自分のやりたい企画とかもやらせてもらったんで本当に感謝してます。あとやっぱそのテレビで格闘ゲームのことを扱ってくれるっていうのはものすごいその大きな役割を果たしてもらってたんで、まあ、今回ね一旦お休みされるってことなんですけど、早い復活を待ってますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ハメジュンを通して思い出に残っているシーンはありますか？思い出に残ってるのは1回目、確かね、ボンちゃんとここの場所で、やらせてもらったと思うんですけど、その時ってこういう表舞台っていうかテレビで自分たちの思いのことを話すことっていうのは全然なくて、だからどこまで行っちゃっていいのかなっていうのが全然分かんなくて、まあ結果そのかなり出し切ることができたんですけど、結構ね深い話をボンちゃんとはしてたんですよ。それこそコロナ禍になる前までは、結構集まって練習とかもしてたんで、そういうのをなんかこういう場所で話させていただくことができたっていうのはすごい思い出に残ってます。ありがとうございます。まあそうですね、正直一番初めにこのお仕事をいただいた時に地上波で格ゲー勢出していいのって思ったんですよ。大丈夫かなっていうのがすごい強かったんですけど、もう気づけば2年半もやってますし、ここまで格闘ゲームにスポット当てていただいてまずは本当に感謝してますし、毎週僕全部一応見てるんですけど、その違う格ゲー勢の話聞けるのってやっぱり面白くて、自分たちの知らない格ゲー勢たちのいろんな面白い話とかも聞いてて、そういう部分ではやっぱりなんか格闘ゲームやってる人たちってみんないいなとか面白いなっていうのは思えたっていうのは一番良かったですね。はい、そして一番思い出に残っているシーンはどちらでしょうか？そう2年半前ですよね。2年半前僕もここで一番初めに武さんと一緒に呼ばせてもらった時は、行きの電車から武さんと爪痕残そうとずっと話してて、何回も呼んでもらえるように何かしてこうって、あんたは普通にしてりゃいいから俺はもうガンガン行くからって、何話してもいいよねって言ってめちゃめちゃいじってたっていう記憶はあるんですけど、なんか、なんだ頭真っ白になっちゃいましたね。そういうやっぱ1回目よ、いやそうで俺すげえ爪痕残せるか心配になったんですけど、2回目呼ばれた時点でこれは確信に変わってました。そういう自信になる1回目のその呼んでいただいたっていうのはありましたね。ありがとうございます。格ゲー喫茶ハメジュン最終回スペシャル。タイトルや世代を超えて格ゲーシーンの未来をテーマにさらにお話を伺っていきます。本日のハメジュンはですね、格ゲーシーンの未来を考えるというテーマでお送りしています。私がまず一つ気になっているのが、今回ストリートファイター5、そして鉄拳7の選手ということで、
ここ最近、この2つのタイトル特になんですけれどもプラットフォームの分断が起きているという問題が大きくあります。でこの PC とプレイステーション4なんですけども操作ですとかその表示遅延の部分で、どうしてもその PC 版の方がある種快適というか遅延が少ない状況になっている、でもこの競技シーンルールになったら PS4 でもやらなくちゃいけないっていうところがあるわけじゃないですか。そのあたりについてどういうふうに考えているのかなというところをちょっと伺ってみたいです。でもやっぱ海外大会とかになっちゃうとやっぱ規模がどんどん大きくなっちゃうんで、全部そのスチームとかになっちゃうとやっぱかなりのコストかかってしまうと思うので、実際にそのレッドブル組手っていう大会とかもプレステで行われたりとかしたし、もう今ほとんどの多分海外大会はプレステで行われていくと思うので、その今のプロの人たちってやっぱスチームで基本練習してると思うんですけど、プレステの練習もしないといけないのかなとか思ったりもしてますね。どういうテーマでしたっけ？その話が僕はでも戻ってきたなって感じありますよ。やっぱもともとはみんなゲームセンター、次に PS4 で今スチームですけども、PS4 の大会がやっぱり海外大会ってずっとメインだったじゃないですか。その中で、しばらくなくなった時に急に鉄拳に関してはスチームがやっぱり環境いいよっていう話を聞いて、でスチームをやりました。全然違う、モニター変えました、全然違うで PS4 でできなかったことが Steam でできるようになってるって。でもこれ逆に言うと開発側とかが多分意図してないようなことができるようになっちゃってるんですよ。例えば普段見えなかったものが見えるようになったり、これ確認してできるようになったとかっていうのって本来ゲームとして俺違うんじゃないかなと思ってて、そのキャラクターの特性を生かすような立ち回りが Steam になったらできなくなっちゃったりとか。なるほど。そうっていう面でも PS4 がもともとあった部分なので、僕はそこに移行することは全く不安もないですし、なんか戻ってきたなっていう感覚はあります。なんか鉄拳勢、俺の勝手なイメージなんだけど PC 版に移ってなかなか戻るのに抵抗あるのかなと思ったけど、そうではない。いや僕逆に不満ですよ。正直言うとスチームなくなってほしいと思ってます。なるほど。ありえないぐらい環境が良すぎる、でそんな環境を世界で実現できるはずはないって思ってたんで、逆にそこでメインで活動している人って PS4 いったら物足りなくなっちゃうっていうのは分かるんですけど、本来これだったのをいいものを見た結果そこしかできなくなるっていうのは俺すごい嫌だなと思って。なるほど、そうなんだ。だからどっちにしろ、例えば逆に家庭の話として、その最もいい環境で全ての大会でプレーできるとしたらそっちの方がいいですか？当たり前ですね。さすがに、やっぱりそうですよ。全部がスチームになるんだったらめっちゃありがたいんですけどそれが叶わないなっていうのはもう分かってるんで、なんとなくそれは現実問題、それは難しいだろうっていうところからそれで戻される分には自分は問題ないよっていう、もうそのルールにのっとるだけなんで。どうでしょう、ストリートファイター5のお二人は。僕は大会っていうのは基本的にお祭りなので、そのルールとして出されたものは食べる、だからルールでそう決められてんだったらそれはそれとして、取り組んでやるっていう、それに合わせて練習していくですかね。大会って別にそのプレイヤーの中で最強を決めようぜっていう大会もあれば、そうじゃなくてやっぱそのね、さっきの新規参入の話じゃないですけど、受け入れの広いものとしてのその大会もあるわけじゃないですか。外から注目される。そういう大会についてはなんかそういうもんだとして参加する。ただだからそのちゃんと練習してストリートファイターだと、トパンガチャンピオンシップとか、ストリートファイターリーグだとかっていうのはなんかその結構長期戦で、そこで勝てればプレイヤーの中からちゃんとこの人強いんだなって思われるようなイベントもあるんで、それはそれとそっちでしっかり練習してやりますよね。レギュレーションですとかそういうものに合わせて取り組んでいく。そこに対してその意見というか感情を持っちゃうと、パフォーマンス出せなくなってしまう側の人間なので、あんまり考えないように最初ね思いましたよ。エボリューションが XBOX だったりプレイステーションだったり、どっちだよみたいなありましたよね。当時もやっぱりそのXBOX の方がっていう人もかなり多かったりして、で XBOX360 版で行われたりっていうね、こともありましたよね、ストリートファイター4の時代。ただなんかもうあの時はまだそういうちょっとなんか嫌だなとか思ってたんですけど、なんか今はもうそういう感情があんまり湧かなくなりましたよね。なるほど。それは何でしょう、大会の多さとかがそう思わせたのか。それもありますし、多分、そういうのを考えるより
自分はなんか実際練習とかその関係のなさでやっちゃった方が気持ちよくプレーできるし、結果もそっちの方がついてくるっていうことを多分分かっちゃってるんですよね。川野選手はいかがですか、この今の状況について。そうですね、僕はなんか大会ごとに違っててもいいと思ってて、っていうのも多分一番最初にパソコンで開催された大会って、第1期トバンガチャンピオンシップなんですよ。でその時に面白い話が、トリロさんが一番最初に何したかっていうと、パソコン版でできることを全部洗い出したらしいんですね。えそれをお前の動画で見たんだけどあれそうなんかそれはあなたの予想だと思います。あ、俺の予想予想そういう予想してくれてるんだと思ったよ、動画で。じゃあ何もなしですね。予想会書き出しとかまではしてないけど、でもまあどういうこれできるよね。まあそう、なんかパソコン版とプレステ版で攻略って変わってくるんですよ、また。だからなんかどっちとも攻略あるんで、プレステだったらプレステの攻略進んでる人が勝つだろうし、パソコン版だったらパソコンの攻略が進んでる人が勝つとかで、なんか結構多種多様性が出て面白いんじゃないのかなと、それはそれで思っています。その状況に合わせて練習してきた人が勝ちやすくなるという。はい。プレイヤー目線としては多分最終的にはやっぱレギュレーションにのっとってプレーするだけだよっていう多分感想になってくると思うんですけど、ここで少し難しいところが最初に言った競技と娯楽の話で、いい環境でプレーされたいいプレーをからファンが戻れないという可能性があるんじゃないかっていうところを自分は想像してるんですね。つまりその PC 版でしかない中足角に慣れた体でそれができないことを下手だと思ってしまうかもしれない。っていう問題があると思ってて、それってすごい難しいですよね。当然今回のその PC 版に全部切り替えようとした時に大会を運営する側のコストは莫大なものになる。ただそれはそれとして一視聴者ファンとしての目線からすると、なんでこれできないっていう目線が発生してしまう可能性があって、それってもう不可逆なんですよ。一回それになったら戻れないんじゃないかと自分は思っていて、格闘ゲームの歴史をこう見ていった時にこういう問題ってなかったんじゃないかと。そうですね。だからこれは多分未来の話というか、今までにこの格闘ゲームシーン経験してこなかった、デバイスを変えることでできることが変わってしまう。もうまさにその通りですよね。開発がもしかしたら想定してなかったかもしれないような攻略が進んでしまったが、しかしそれによってそのレベルが上がったというふうに言うと抽象的かもしれないですけど、それも事実で、よくよく見ていった時にコアなファンからしたら面白いものだったっていうところがあって、この2022年のシーズンでは難しい話になっていくんだろうなというふうに。確かに話聞いてみるとプレイヤーはそんなに違和感ないですよ。ただやっぱ運営とか、あと開発の方がどう今後していくのかっていうのはちょっと大変そうだよね。むしろそこ次第じゃないかな。大変そう。逆にこの状況の中、例えばギルティギアストライブでは、今後 PS4 版と Steam 版のクロスプラットフォームの対応を進めているっていう、これまた新しい動きで、コロナ禍においてその PC でゲームをしたりするっていうところが前よりも広まった可能性もあるし、格闘ゲームの遊ばれ方ですとかその環境の話っていうところは今後もなんかより複雑化していくというか、なんか一番これ良くないなっていう風潮が鉄拳に1個あって、これから鉄拳始めるんですけど、PC 買った方がいいですかって聞かれることすごいあって、で僕その時初めに絶対まずは PS4 でやってみて、でその Steam と PS4 って違いはもちろんあるかもしれないけど、プロとかがいるのは基本 Steam だから、ある程度 PS4 で物足りなくなったりしたら、そしたら Steam に移行すればいいんじゃないみたいな感じで、Steam を買う PC 買うことの意識がめちゃめちゃその進める側の人たちはみんな絶対 Steam がいいよっていう風潮になってきてて、逆に言うと新規の人ってもし PC 買うんだったら何十万してアケコン買って、その後に1万円のゲームソフト買ってってなったら敷居がめちゃめちゃ上がってって、そうするとそれって新規参入にもむしろマイナス面になっちゃうんじゃないかなっていうのは正直あって、1個に統一してほしいなって思ってます。一番は1個のゲームに、クロスプラットフォームができるんだったら本当は理想なんですけど、それが叶わないなら全員が PS4 に戻れるんだったら正直そっちの方が俺は一番嬉しいなって。
それは対戦できる人数を最大化したいっていうことですか？もうそうですし、みんなが PS4 っていうものしか遊べないっていうのであればそこだけで全部が完結できるんですけど、鉄拳ってやっぱアーケードもまだ根強いですし、でもアーケードをやってる人がこの間スチーム版をやったらもうアーケードなんて戻れるかみたいなことを言い出して、うわそれってもうゲームとして PS4 アーケードスチームって鉄拳7なのに違うじゃんっていう風になってる問題が一番厳しいなっていうのは思ってます。クロスプラットフォームとかで総取りするんであれば、そのルール作りとして環境をなんとか同じにする方法ができれば良さそうだけど、やっぱ難しいんだろうな。ストリートファイターのこともあんま僕わかんないですけど、クロスプレイって結構昔からあったんですか？ストリートファイター5の初期からだから6年前よ。そう6年前から、でも結構長いんですよ。神だよ。いやでも鉄拳も多分プレステとスチームだとはるかにやっぱプレステの方が絶対人数が多いと思うんですよ。めちゃめちゃ多い、めちゃめちゃそう考えたらかなりのその人口をクロスプレイしたらできるよ。盛り上がると思うし、一切困んない。やってほしいですね。まあでも難しいと思うんですけど。そうね、難しそうだね。川野選手はなんか先ほど言いかけたかもしれないですけど、ね、やっぱちょっとストリートファイター5の調整とかも、なんかプレステ向けっていうよりパソコン版向けの調整に寄ってきてる感じがして、確かにそれはまさにそうですよね。だからそこはやっぱ、統一した方がいいのかなって感じはしますよね、プラットフォームは。なるほど。それパソコン版だったらいいけど、プレステ4版だとその技強すぎないみたいな技ができてきちゃってるんで、そこはちょっと問題点ですよね。難しいですよね。ね。それはだからそこは難しいですある種そのこの開発をされてる方々は、その競技心に寄り添ってくれてるという見方もできるし、ありがたいですよね。逆に言えばそのコアなプレイヤーのためにものをこう変更していってるっていうふうにも見えるしで、すごく難しい問題ではあると思うんですけど、こんなふうになるんだなっていう、自分はやっぱ格闘ゲームも長いのでこういろんな変遷見てきましたけど、やっぱりコロナ禍におけるこのプラットフォーム問題っていうのは結構深刻だなっていうふうにちょっと思っていて、でも俺も16年間やってきてそんなに差はなかったんですよ。技術の差としてゲームセンターのそのできることとプレステでできることって、でもそのスチームに来た瞬間にマジでその差がありすぎて、反応フレームとか確認系とか、だからこそその、また今スチームが普及してる中、プレステとかに大会が戻っちゃった場合って、パフォーマンスは結構落ちてしまう、ね、それで見ているファンの人とかも楽しませれないんじゃないかとか、そういうのは結構考えたりはしますね。多分こういったことは時間解決していく。それこそストリートファイター6がこう予定されて発表されて、当然この現状の状況っていうところを、メーカーさんも全く見ていないわけではないと思うというところから、何がしかなんかその動きあるのかなというふうに想像はするんですけども、もう一つ気になっていることとして、この番組「格ゲー喫茶ハメジュン」っていう番組で、格闘ゲームのことを総合的に取り扱っているんですよね。そういうジャンルって実はかなり珍しいと思うんですよ。一つのタイトルではなくジャンルを総括して扱っていくっていうのは結構珍しいと思っていて、その最たるところがエボリューションに代表される総合型大会っていうのが実現できているっていうのは格闘ゲームの稀有なシーンの一つなのかなというふうに思ってます。その中でその皆さんが隣の芝生じゃないですけど、どうでしょう、他の格闘ゲームタイトルのことが気になったりしますか？気になりますね。例えば鉄拳とかキングオブファイターズとか、最近でいうと結構気になりますけどね。僕もスマブラ鉄拳、スマブラスト5は全部ちゃんと動画も見てます。チェックっていうよりも好きなんで見てるっていうのもあるんですけど、でストリートファイターに関してはキンキンで最近やりだして本当に面白くて、でやっていくうちに鉄拳との違いは何だろうっていうのをずっと考えた時にめちゃめちゃ違う部分がいっぱいあって、そういうので勉強になる部分は多々ありますね。どのあたりがその違いまず感じましたか？2、3ヶ月例えばやるとする、本気でストリートファイターやるとする、上の人たちの読み合いを動画見ただけで分かるようになります。この人こういう複雑なことやってるんだが見て分かる。でそれを実践的に練習しようとできるのが多分ストリートファイターだなと思いました。で鉄拳はめちゃめちゃ地味な横移動ガードとかっていうのは見てもわからないですし、やり方もわからないけど、ストリートファイターはそこら辺が見てある程度理解できる部分がめちゃめちゃ強いなって思いました。
だから例えば僕号機今使ってるんですけど、時宏さんとかも見たことありますし、その強いセットプレーとかっていうのは格闘ゲームの中においては全部共通するじゃないですか、そういうのを抑えつつ、うわここのシミやばいなとか、これ俺も同じ展開でやってみようがすぐできるんですよ。でストリートファイターはそれができて面白いってなるけど、鉄拳はその横移動ガードをやる前とかステップインガードをするまでにめちゃめちゃ敷居が高いですし、それはどんぐらいすればいいかとかの理解がめちゃめちゃ追いつくまでに時間がかかってしまうので、その差ってすごいでかいなとか思いましたし、スマブラをやったらスマブラやったで気持ちよさが全ての格ゲーの中で一番あるなとか、これなんでだろうとかって思った時に、4つ5個ぐらいしか使う技がなくて、コンボって実はあれ全部アドリブなんですよ。パーセンテージによるアドリブとかで、普段自分が練習してることじゃないことを実戦で全部できたりした時にめちゃめちゃ気持ちいいとか爽快だとかっていうのはやっぱやってて思いました。なんか自分のメインでやってる格闘ゲーム以外のゲームをやるとその部分の良さがめっちゃ分かりますし、逆にその自分の今の格闘ゲームの鉄拳とかに足りない部分とか、こうしたらいいんじゃないかなっていうのも分かるようになってきましたね。はい、僕の場合で言うとやっぱちょっとあんまり他のゲームやる余裕がなくて、ただスマブラの人たちってすごい YouTube とかたくさんやられてるんで、そこはチャンネル登録して、そこのびさんと一緒なんですけど、どういう風に動画出てるのかみたいな、そこら辺は観察よくしますね。俺もそうですね、あんま他のゲームをやるんですけど、その他の格ゲーってなるとあんま格ゲー鉄拳以外あんまやらなくて、でもそのストリートファイターの大会を見るのがめちゃめちゃ好きで、特にその今いるんですけど川野くんとかその結構大会優勝してて、年齢も結構近いっていうのもあって感化されてる部分っていうのもあって、ストリートファイターがある大きい大会とかは基本的に全部僕は見てますね。なんかそのゲームのルールどうこうっていうか、なんかもう人で見ちゃいますよね。このゲームはこういう人がいるんだなとか、このプレイヤーこういうね、なんか面白い人がいるなとかで、そのゲームが魅力的に見えることはあるんですけど、だからゲームそのもののルールがどうこうっていうのは俺はあんまり気にしてみてはないですね。昔からなんかいろいろやってたっていうのはあるのかもしれないですけど、どちらかというとそのプレイヤーですかねの方に注目がいくと。鉄拳だったらゲーム君が出てきてものすごいなとか、キングオブファイターズだったらやっぱり昔からずっとやってる中国のシャオハイがいまだに強いらしいからすごい面白そうだなとかっていう視線ですかね。これは面白いですね。こういうご時世になって大会のその影響面とかはお伺いできたんですけど、私の周りでは割とゲームをやる子がすごい増えて、おうち時間が増えたので、格ゲー界で例えばこのコロナ禍になってプレイヤーが増えたなっていう実感だったり、女性ファンのお話はあったんですけど女性プレイヤーが増えたなっていう実感だったり、そういうプレイ層の変化みたいなのって皆さんは感じられてますか？それこそ今そうですね、鉄拳っていうならばその APEX で有名配信者の人たちとかがその鉄拳に流れ込んできてるっていうか、鉄拳がよくプレイしてくれてて、でそういう人たちがその配信とかして結構鉄拳を広めてくれてるっていうのを分かってるんで、なんかそういうところからなんか結構ありがたいなとか、なんかもっと鉄拳が広がっていってるのかなとかいう、そういう実感とかは得られたりはしますね。見てる層はなんか私からすると格ゲーって結構男の人たちが楽しくやっているコミュニティっていうイメージがあって、女性プレイヤーの皆さんが女性はでも鉄拳はかなり増えたと思います。かなり増えたっすね。それもなんかやっぱ夫婦でやってる人がめちゃめちゃ増えました。多いですよね、鉄拳はすごく。配信の影響で旦那さんが誰かの鉄拳プレイヤーの配信見る、それを妻に見せる、で一緒にやろうぜみたいな感じでとか、講習会とかも僕最後の講習会って64人合計で講習したんですけど、3分の1ぐらいが女性でしたね。ってぐらいその女性のプレイヤーが増えてきてますね、新規の方は。なんでかわかんないですけど。コロナ禍でプレイヤーって増えたのかな。ゲームやる人は増えましたよね。ゲームやる人はそう絶対増えてると思うんだけど、格ゲームのプレイヤーが増えたかどうかは正直なところ実感しづらい。わからないですよね。実感はあんまりできてないかな。なるほど。っていうのは前はやっぱりその現場に行って人集まってんなができたんで、確かにそれがね最近やっぱできなくなってるのはちょっと実感しづらい
要因になってるのかなと。んただやっぱゲームやってる人の数が増えてるから、潜在的には増えてるはずなんですよ、格闘ゲームも少なからず。実感はあんまり難しいですないかな。そうだね。最近で自分が実感したのは単純に昨年度のストリートファイターリーグの視聴者数が多かったっていうことぐらいですかね。あれは実感できましたかね。見る層は絶対増えてるんだろうなみたいな、自分の肌感覚でこういうことやったらこれぐらいの数字みたいなのが大体あるんですけど、どのゲームに対してもそれをやっぱり上回っていたので、そういう意味ではやっぱり、それは当然このコロナ禍っていう状況もあって、そのエンターテインメントの一つとして認知してくれた層がいるんだろうなっていうところがあるんですけど、そこはねちょっとね思ったのと、実際確かにそのドキド選手が言った通り、これまでオフライン大会で見たことない顔の人がいるなっていうのがやっぱり実感の一つだったんですよ。大体格闘ゲームは大体友達理論っていうのがあって、やっぱりやってる人たちは大体あの人はあの人前もいたなみたいなのがあるじゃないですか。でそういう人以外が来た時に増えたんだなっていう風な肌感覚はあったんですけど、今やっぱりその2年ほどそういうのはなかった。なるほど。中でそうですね、その一つグッドニュースだったらストリートファイターリーグプロ JP2021 だったかなというふうに個人的には思ってます。あと1個素朴な疑問があるんですけど聞いてもいいですか？私普段アイドルとして活動していて、お客さんを入れてライブすることが2年前までは普通だったんですけど、今は無観客でライブをやることもすごい多くなったんですね。で皆さんも多分お客さんがいての試合とオンラインの試合とすごい心持ちが違うと思うんですけど、どういう心境の変化があったのかなっていうのをちょっと全然違いますよ。聞きたいなって思っていて、なんか乗りそう客がいると。すごい違いますよね。みんなに見てもらってるところでやる鉄拳が一番好きなんですよ。でこれ言っていいかわかんないですけど、オンライン大会やってるとか俺いつも結構パン1なんですよ。なんでですか？家なんで。あいつでやらんだろ普通。家だからっていう理由はおかしいだろ。もちろんなんか優勝した時にディスコードでこうやってインタビューする時とかはこういうの着てるけど、下はパンツなんですよ。結構危ないよだ。いやでも可愛いやつ多いなんか家は家でのもちろんゲームの楽しみ方はあるんですけど、やっぱりみんなに見てもらいながらやるゲームって全然違いますよ。その気持ちの乗り方も全然違います。なんかオンラインでやる時の大会は勝つぞっていう気持ちはもちろん強いんですけども、その熱い気持ちっていうのはオフラインに比べたら薄い気はしますね。熱量はねそう違うですね。1ラウンド取ったとか逆転した時うわーみたいなのってヘッドセット越しでも伝わってめっちゃ燃えるんですよね。エボの時のだから時戸さんとか歓声、うわこれ気持ちいいだろうなっていうのはそういうのはありますやっぱ。そうですよね。俺やっぱコロナ禍で育ってきたプレイヤーなんで、基本やっぱオンラインなんですよ、大会も。でトパンガチャンピオンシップ優勝した時とかオフだったんですけど、もちろん観客もいないんで、すごい集中できるんですね。ただやっぱ最近ストリートファイターリーグとかハブカップとかオフラインで観客ありでってなった時、すごい聞こえてくるんですよ。拍手とか歓声とか解説実況とか。そうなった時俺なんかね、恥ずかしい話、かっこつけたくなっちゃうんですよね、プレー。めちゃくちゃ拍手とか置いてる、ちょっとかっこいいプレーしたろうかなみたいな感じで、川野の差し返し見せてやろうかなって感じ。さあこんな感じで差し返し見せたらもっと湧くやろって言いながら差し返しミスったりとかするんで、ちょっといらんことやっちゃうんです。そうなんですよ。だからそこはちょっと要改善点。確かにそういう点では本当に新世代というか、新しい世代のプレイヤーなんだなっていうのは印象としてはありますよね。そのオフライン大会の状況でまだそんなにプレーできていないっていう。海外での大会とかじゃちょっとあるんですけど、その時は全然勝ててないですね。そこはこれからの課題ですよね。やっぱでも俺もどっちかって言ってやっぱオフラインの方がはるかに好きで、やっぱその声援だったり、なんだろうな、アドレナリンっていうか、なんかこう今絶対に負けないゾーンみたいなのに入りやすくなるのがオフラインなんですよね。なんだろうな、声援とかその場の雰囲気とか空気とかでなんかもう分かるんですけど、なんか家だとやっぱり気楽にできるっていう利点はあるんですけど、その分ちょっと気合いの入り方っていうのは全く別物に感じちゃうんですよね。だから僕は全然オフラインの方が好きですね。可能ならばやっぱりそうですよね。皆さんの前で、しかも対戦相手の顔とかも
見えるじゃないですか、そういう状態でやるのが楽しいですよ。早くできるといいなと思います。ありがとうございます。そしてなんですけれども、ストリートファイター6がこう発表になりました。鉄拳もおそらく何かこう新しい動きがあるんじゃないかなと予想しているんですけれども、次の展開に対するこうなんていう期待というか、そういったところをちょっと伺っていきたいですね。2人にですじゃあね。いいですか。はいそう期待っていうより一つその僕からの要望っていうか、その絶対こうしてほしいなっていうのがあって、まず一つは0時状態っていうのは体力が少なくなったらその攻撃力が上がる瞬間があるんですけど、その時になるその0時状態っていうのをもうちょっとその体力が本当に少なくなった時になってほしいなっていうのがまず一つ。でこれなんでかっていうと、逆転する要素が多すぎて、なんか今の鉄拳7ってなんかむしろ体力がない方が有利っていう場面が多すぎるんですよね。僕はその、逆転できるゲーム性っていうのは大事だと思うんですけど、ちょっと今はやりすぎかなっていうのは感じてるところなので。2割8割で2割有利なゲームってあんまないっすよ。ない壁の位置取りとかがちょっとまずかったりするんじゃないの？さすがに2割8割で。いやキャラによるんですけど、上位の S キャラクターは全員そこの体力でもうほぼ終わりです。特にそのギース・ハワードとかはそうですね。9割は飛ぶもんね。そう飛ぶんで普通のコンボで9割は飛びますね。飛べますね。でも逆に言えばその誰でも逆転できる可能性はあるっていうのは、いいことではあると思うんですけど、なんかもうちょっとこう上級者が少しでももうちょっとだけ安定できるようなそういうゲーム性になったら僕は嬉しいなって思うんですけど。その安定感を持ってしてもそういう意見にセブンはやばいよね。やっぱりその観客を沸かせるような作りになってるんで、今の鉄拳は、それはいいのはいいんですけども、一番トップ層はたまったもんじゃないっていうのは本音です。はい。でもその初心者層を増やすっていうことを考えた時には、今の方がいいのかなとか思ったりはするんですけど、本当そのバランスっていうのが難しいですよね。格闘ゲームに逆転要素が必要なのか問題ですね。全ての対戦ゲームは多分それと今付き合っていると思います。なぜならばそれをやらないと公平に感じられないと思う層がいるから。だからこれは多分永遠の課題なんだと思いますね。ですね。逆に負けてる側がもう絶対勝てないじゃんと思ったらめちゃくちゃつまんないんですよ。いや、わかります。娯楽としては多分それは正しい姿ではない、っていうところがあって、競技っていう目線で見てみるとやっぱりその理不尽な負け方をするのはつまらないっていう考え方もあって、そこはバランスなんですよね、きっとね。そうですね。どっちが両立させなくてはいけないと多分作っている方々は思っている問題。でもなんだろうな、その起き上がりに波動拳重ねられて負け格って面白いですか？これ結構究極的な問いで、でもそういうゲームは当然昔のストリートファイターそうなわけじゃないですか。でもそれ面白いかどうか、その状態に追い込まれた人が悪いという意見もあれば、でもそのタイミングじゃあレバー離しても離さなくても変わらないでしょっていうところに対してじゃあどういう回答があるのかっていうところが多分いろいろ考えられた結果が今の多分ゲームだと思うので、つまらないと思う瞬間をなるべく減らしたいっていう多分思いはあると思うんですよ。そういう逆転要素を作るっていうそのなんで意図の部分、だからこれはなんかその逆転したすから作りっていうところはなくならないんだろうなってちょっと思ってしまうんですよね。今の流れがどんどんそっち方向ですからね。やっぱりその新しい人にやってもらわないといけないから、っていうのがね多分あるのかもしれないですよね。そしてストリートファイター6、これに対してのまだねティザートレーラーがムキムキの竜が出てきただけだと思うんですけれども、ルークとこの辺りお二人はどういうふうに見てますか？どういう期待をしているでしょうか？僕はバトルシステムの期待というよりちょっとずれるんですけど、CFN っていうその今ってアカウント探ればそのまま対戦履歴から対戦内容が見れるようになっちゃってるんですね。で普段はそれっていいと思うんですよ。それのおかげで上級者の真似してすぐ上手くなれるっていうプラス効果もあると思うんで基本あっていいと思うんですけど、大会期間とかはちょっと例えばストリートファイターリーグだったらリーグ参加者にはちょっと特別なアカウントを運営から用意してもらって対戦履歴見れないようにするだとか、そういうのがちょっと欲しくって、なんでかっていうと東京の人って最悪オフ対戦すれば、対戦内容見られないんですよ。ただ地方に住んでる人ってもうオンラインで対戦するしかないから絶対見られちゃうんですよね。それってやっぱちょっと不公平な一面だなって思っていますね。俺わかんないですけど、それは検索したら
その人のやってた対戦とか見れるってことなんですか？そうなのよ。キーディスプレイとかも全部見れて。マジでそれやばくないですかそれ？いいシステムだね。でだそれは結構地方でねやりづらくなるっすね。そう確かに。確かにそこはなんか改善の余地ができるといいかもね。まあでも多分もともと CFN をこう設計した時にこんな状況が訪れるとは多分誰も思ってなかったんだと思うんですよね。こういうその大会が全部オンラインになって、こういうふうな競技シーンになってみたいな。なんかでも公開設定がオンオフできたら楽ですよね。ただねその場合すごい難しい問題。これはもう何でしょう、その格闘ゲームとか関係ないんですけど、そういうオンオフをできるシステムを取り入れた時に大多数の人がそのオンにしてほしいと思っていても、その本当に見てほしくない人たちはオフにするっていう矛盾が生まれるんですよ。でも大多数の人が見たいのはその本当に見てほしくないと思ってる人たちのプレイなんですよ。なるほど、そうですね。だからそれはその機能をつけた意味がなくなる、結果として。だからそう確実にオンになるっていうのは多分そういうことなんですよね。オフにできる機能を作ってしまうと見たい人のプレイが大体オフになるであろうという未来が容易に想像できるという。だからそれこそその競技シーンにおける特例みたいなところっていうところは現実的な回答なのかもしれない。その川野選手が言ってくれたことっていうのは、一番ある種その全員がまあ納得できる、この期間だけはフェアに行きましょうよっていう協定を結ぶじゃないですか。時々選手はいかがでしょうか。ストリートファイター6。先ほどの玄君の意見とは全く逆になっちゃうかもしれないですけど、もうとにかく流行るゲームにしてほしいなって流行るゲいうームにしてほしい。なるほど。すごい無茶な注文なんだけど、なんかもうストリートファイターっていう名前がついてれば、そんな変な方向性にはいかないのかなっていうちょっと信頼感みたいなのがあって、例えば地上戦があって、飛び道具あって、対空とかがあるっていうルールだったら、多分そこの根幹さえしっかりしてればおそらくトッププレイヤーって何とかしてくると思うんですよ。順応しそうですよね。どんだけ強い人ずっとするじゃん、フードとかさ。だからなんかそのとにかく流行る方向にやってみてもらって、最初にワッとくるゲーム、最初の勢い、最初ストリートファイター5は最初ちょっとうまくいかなかったけど、そこからの修正でうまく修正してたっていうゲームなんですけど、ストリートファイター6は最初に新規をガッと取り入れるような、そういう作品にしたらちょっと今までとは違うことが起こるんじゃないか。ちなみにどういうのが流行りそうだなとかはあったりするんですか？それが分かってればね、作ってるんですよ。なるほど。プロゲーマーやってる。それは分かんないんですわ。必要ないよね。なるほど。ゲームの内容に問わずなんか派手な方がいいってことなんですかね。そういうところもあるよね。ただそのゲームも今のストリートファイターとか、鉄拳とかもそうだと思うんだけど、最初、ハードルが高い。ハードルっていうのはもっとね取っ払っても実は案外トッププレイヤーとして適応しちゃうんじゃないのかなっていうなんか謎の自信があって、それはでも鉄拳も同じだと思うんですよ。だいぶその逆転要素が今すごいとか、火力がすごいとかあるんですけど、なんか根底は変わんないですよね。3スクリとかそういうその鉄拳の元々の戦い方っていうのはその昔からやってる人とあれも全く変わんないんで、確かに多少いじっても本当上級者はすぐ順応して、トップに続けるとは思うっすね。ちょっと分かんないけどね。ただ俺のその謎の自信が今までのさ変わり映えのなさ、トッププレイヤーたちのっていうのを見ると結構もっともっと変えても、ちゃんと上手い人たちはなんかしっかり、プレイ時間も長いし、そんな中で差を見せてくれるんじゃないかなと思うから、そうやったらちょっとその新規参入に振ってもいいのかなと思ったりとか。なんだろう、ゲーム、システムですか、そういうところを変えたときに、これってストリートファイターなのって思われるラインがあるじゃないですか。多分、本当は壊したいんですけど、でも守らないと、これはストリートファイターじゃないじゃんって言われてしまう可能性が出てくるっていう難しい部分を持っていて、格闘ゲームを格闘ゲームにたらしめてるものは何なんだろう。この格闘ゲームシーンでいつも語られてるのは、じゃあスマッシュブラザーズって格闘ゲームなのって話って常に語られてるんですよね。言われますよね。言われますね。それは当然だからそれぞれそれに対しての意見というか、私はこう思ってるっていうのが、それぞれあるっていうのはすごくいいこと、多様性があるのでいいことだと思うんですけど、でこの間これちょっと話が変わってしまうんですけど、私がですね格闘ゲームの開発者の皆さんの座談会の MC させていただきまして、でその時にすごく面白いことを言っていたのが、ギルティギアストライブの開発の片野さんっているんですけど、もともとプレイヤーの方で、その別のタイトルについてどう思ってますかって話をした時に、ストリートファイターっていうのは格闘ゲームなんだと言ってました。
格闘ゲームっていうのはストリートファイターなんだ、ストリートファイターから離れれば離れるほど格闘ゲームではないというふうに感じられてしまうみたいな、その中でギルティギアはそれをいかに逸脱しながら格闘ゲームでいられるかというところのラインを攻めるゲームっているっていう話をしていて、それはすごく腑に落ちました。皆さんが思う格闘ゲームの、その概念みたいなのっていうところがそこから離れていった時にすごい難しいなっていう、それはじゃあもう格闘ゲームじゃない、ストリートファイターじゃないじゃないかって言われてしまう可能性があって、多分開発者の方々もそれは避けたいですよね。そう、それとの戦いなんですよね。いくら新しくしよう、取っ払って新規に一気に流行らせようってなったとしても、格闘ゲームの文脈上であるものでないとストリートファイターではなくなってしまうのではないかというこの恐ろしさ、ある意味我々はジャンルにやっぱり縛られている、格闘ゲームっていう概念にどうしても縛られているっていうところはあるのかなと感じていますね。いや、最後にですね、皆さんからその格闘ゲームにまつわる難しい話をたくさん聞けて本当に良かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。番組最後の対決はこのお二人です。川野選手、時戸選手、心の準備はよろしいでしょうか。絶対勝ちます。このために準備していきましょう。やります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。格ゲー喫茶ハメジュンラストマッチ、1試合選手制で対戦していただきます。川野選手 vs 時戸選手。このねキャラクターを使った組み合わせでやるのは初めてっていうこともあって、すごく楽しみにしてます。倒します。普通にこの組み合わせ勝つと思います。はい、それでは準備して始めてください。はい、ここでまたしてもと言っていいでしょう、時戸対川野が実現。しかしそのキャラクターは今までにはありませんでした。川野はコーリン、そして時戸はルークで登場です。ルークはやはりこのサンドブラストという飛び道具を持っていて、これがやっぱりコーリンの中遠距離戦に対して有効に機能する。川野としてはじっくりと歩きガードをして反撃をしていく必要があるでしょう。少しずつラインを押し上げていく。しゃがみ中待ち確認している。今日パラベラム一気にチャンスを作ったのは川野コーリン、そしてタッチパンチヒット確認。まずは川野がチャンスを作った。この画面足スタンチも溜まっている。少しずつ回復。時戸とした一つ大きな技を狙いたいところですが、川野がそれを許さない中キック。時戸は V トリガーが溜まっています。いや、川野にも溜まった大足発動。まずは川野。 V トリガーはこの氷非常に強力です。氷をまとってのパンチ攻撃のリーチは非常に伸びてくる。時戸としてはどうでしょう。やはり技のヒット確認からの V トリガーを狙っているでしょうか。裏にいる。いきなりの奇襲が炸裂。ここはゲージは使わずだが、あとは削り取れると判断しています。まずは川野、ゲージを温存しながらラウンドを先行。時々はフルゲージだがどう使っていくか。いや、しゃがみ中キックカウンターヒット、しっかりとパラベラムへとつなげていきます。一気に画面足だ。投げ抜けを誘う。助かった時々しっかりとしゃがみ中キックヒット確認。そして歩いて投げていきます。スタンチが川野少しずつ溜まってきている。これは苦しいか。川野には V トリガーがあります。どう使っていくか。スタンチを回復することはできました。時々としてはフルゲージ。川野はここで V トリガー発動。踏み込んだ下段。川野が返していきます。さあ画面足。時々はおっとイレイザークリティカルアーツ。しっかりとこのヘイルストーム、氷を設置する技に対して間に合うとした判断。時々が取り返しました。フルラウンドもつれ込んだ。ゲージ差はかなりある。特にこれ氷 EX ゲージは非常におっとうまい。飛び道具を抜けていくために1本使ってきましたね。シルバーエッジ入れ替える時々中盤地ターゲットしっかりと確認している。さあ一気に時々のチャンスだ。画面足。しかしここは発狂キックの自動化さえ難しい。そのミスをしっかりとついて川野がカウンターを取っていきました。体力を取り返していく。そして大きくリードを取ったのは川野降臨。時々としたらどこで V トリガー使うか。いや、前に来たのは川野だ。ゲージは2本使っていく。後がありません。時々まずは1つ投げてどうする。時々川野はあとは詰めるだけ。投げ抜け誘いしっかりとそこを打ち取って勝者川野。トパンがチャンピオンシップまでに仕上げてきてくれたら面白いなと楽しみだなと思います。いや、またしてもリベンジできずでしたわ。精進しときます。
はい、ありがとうございました。そしてお二人にもこの試合のね感想というか聞いていきたいと思います。じゃあ源選手いかがだったでしょうか。ストリートファイターのルールが、僕はあんまり分かってなくて、見た感じだったんですけど、僕の勝手な予想だと結構川野くんが結構ゴリゴリに行くのかなとか、そういう感じで思ってたんですけど、なんかどちらかというとなんかミス待ちみたいな、そのあんまり自分からゴリゴリ行くような感じじゃなくて、ちゃんとその相手を見て勝ってるなっていうのがすごいなと思いました。僕ストファイ配信やってる時に球は飛べって言われたのに全く飛んでないじゃないですかあれと思って、このストリートファイターの有名な格言に飛びは攻略ではないあれね、なんかでも、とある偉人が言ったんですよね。でも結局飛びっすって最後は言ってたんですけどねなんかあれなんですね、本当に地上の差し合いで読み合いが分かりましたね。これめちゃめちゃ面白かった、俺が知ってるストファイじゃねえなこれはレベルが高い、よかったです。楽しんでいただけたのは。格撃喫茶ハメジュン、約2年7ヶ月にわたるご視聴ありがとうございました。本日をもちまして一時閉店となります。音羽さんいかがだったでしょうか。格ゲーの未来についてのお話だったり、熱い対戦があったり、最終回にふさわしい内容だったなと思っております。私は半年間という短い期間ではありましたが、選手の皆様にスポットライトが当たって選手の皆さんのことも大好きになることができる素敵な番組だったと思うので、またこのような番組に携われるよう私も一歩一歩頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。最後にこうやって呼んでいただいて本当に感謝しています。これからも格ゲー勢はね皆さん頑張ってやっていくので、これからも応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。今日は最終回ということでお呼びしていただき本当にありがとうございます。僕自身本当この番組でいろいろ成長することができましたし、今日の撮影も本当に楽しく挑めました。今日は本当にありがとうございました。こういう節目に呼んでくださって本当にありがとうございました。この番組ハメジュンはやっぱすごい自分の中で思い出になると思います。本当に楽しかったです。ちょっと今日隣トリドさんということですごい喋りづらいというか圧はあったんですが、これからも頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。2.7 ヶ月長いようで本当にあっという間でしたよね。格闘ゲームっていうジャンルをこうして本当に扱っていただいて、このハメジュンという番組には本当にお礼を言わせていただきたいです。ありがとうございました。でまた復活の方も待ってますんで、ぜひともそちらの方もよろしくお願いします。そしてマスターからも最後にお願いします。いやなんでしょうね、やっぱりそう長いようで短かったというか、日本における格闘ゲームっていうジャンルがいかに芳醇かっていうのがやってるマスターやってる自分としてもすごい感じたし、いろんなタイトルを取り扱うことができたっていうのは、自分の中ではすごい誇りに思ってます。この格撃喫茶ハメジュンなんですけども、またいつか皆様にご来店いただく日をお待ちしております。それでは今までありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、やっぱ地上波ってすごい自分にとって馴染みのない言葉で、最初すごい緊張とかしたんですけど、やっぱこういう機会もらえて、初めて出た時に友達から見てよみたいな連絡も来て、なんかすごいちゃんと露出もできてありがたかったなって思ったのを今でも覚えてます。てか今もありがたいんですけど、はい、なのですごい楽しかったしありがたかったですね。これからも格ゲーやっていくんで応援よろしくお願いします。そうですね、本当にありがたいことに、今日合わせたら7回お呼びしていただいて、その格ゲー喫茶ハメジュンっていうのはその僕たちにとってなんかこう憧れの場所だったりとか、なんかその格ゲーの皆さんが目指す絶対出たいって思える番組だと思うので、そこにこうやってたくさん呼んでいただけて本当に嬉しいです。多分皆さんもで僕も思ってるんですけど、本当になんかこういう素晴らしい番組がちょっと一旦終了ということになってしまうと思うんですけど、また再開される日を願って、で僕自身も結構そのいろいろ頑張ってメディアとか出て喋れたりとかトーク力磨いたりとか頑張っていきたいと思いますので、僕の応援の方もよろしくお願いします。ハメジュンの感想ということなんですけれども、よくこの業界を一つ格闘ゲームっていう一つに絞って番組を作るっていうことをチャレンジされた番組で毎週やるっていうのは今までなかったことなんで、ものすごく大変だったろうなと
思います。やっぱ僕みたいに格闘ゲームをなりわいとする人間にとってはやっぱこういう番組をテレビで毎週放送してくれるっていうのは本当にものすごい広がるチャンスなのでありがたいなと思って感謝の気持ちしかありません。ハメジュンっていうのはやっぱ僕にとってはその自分の意見をみんなに伝えられることのできる場所なので、やっぱこのテレビ番組っていうのはもちろんその格闘ゲームに興味を持ってくださる方は見てらっしゃる方多いですし、ただそれ以外にもご覧になってくださってる方っていらっしゃると思うんですよ。この番組を見てたまたま見て格闘ゲームをしてくださった方っていうのは大勢いらっしゃると思うので、そういった方に対してちょっとでもその格闘ゲームの魅力だったりとかそれを言葉にしようと思って毎回ちょっと考えたりはしてましたね。ご視聴の皆様、今まで本当にありがとうございました。ハメジュンさんは、1回今回で、お休みになるということなんですが、僕の方はもちろん、格闘ゲームのプレイヤーたちは真剣にこれまで以上に今みんなプレイ続けると思いますので、もしよかったら、そちらの方も、追っていただけると幸いでございます。ありがとうございます。いや6回かな出させていただいたんですけど、一番初めにまだ2年7ヶ月前なんで、僕多分呼ばれたのがその2、3回目ぐらいに多分呼ばれたと思うんですけど、当初ってやっぱりプロになったはなったけど駆け出しの最中で、その仕事っていう大きな仕事もなくて地上波でハメジュンやるのでぜひ出てくださいっていうところから、こんな6回も呼んでいただいてまず本当に感謝しかないっていうのが一つなのと、面白かったですね。こんなに格ゲーの人にスポット当てていいのかって正直思いました。他にも数あるいっぱいいろんなジャンルから格闘ゲームをまず選んでくれたことがすごい嬉しいですし、そんな中でも鉄拳を何度も扱ってもらって、普段鉄拳プレイヤーしか見れてないシーンを一般の方々鉄拳を知らない人たちにも見ていただけたっていうのはすごい嬉しいなって思います。はい、僕は鉄拳も、プロっていうわけではないんですけど、鉄拳を代表する鉄拳プレイヤー、日本を鉄拳をね代表する鉄拳プレイヤーとして、今後も活動していきますので、皆さん応援よろしくお願いします。そして鉄拳プレイヤーのみならずね、いろんな格闘ゲームのジャンルに、もし少しでも興味を持ってもらえたら、プレイしてみるとね一気にその世界に入り込めますし、有名プレイヤーたちの配信とかを見ていろいろ参考にしてもらって、少しでも格闘ゲームに皆さん興味を持ってもらえたら嬉しいので、今後とも配信活動しかり、大会の結果しかりね、いろんなこと頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。そうですね、常に、いろんな自分の中にない視点だったり、プロゲーマーの皆さんならではの戦いにかける思いとか、ゲームに対しての熱い気持ちっていうのを聞くことができて、分かるなっていう共感の部分があったり、もう尊敬できるポイントがあったり、アイドル活動ではあまり知ることができないことがたくさん学べたので、勉強の場でもあり、本当に趣味みたいなゲームが大好きなので、そういう幸せの時間でもあり、面白いですね。あと皆さんやっぱおしゃべりがすごく上手で、他のゲームのジャンルの方たちにないような、プロレスの感じ、多分長く培ってきて皆さん気心知れた人だったりっていう仲間の絆みたいなものが、その皆さんのお話とか対戦前の一言にすごい現れていて、そういうやり取りもすごい好きでした。見てくださった皆様、本当に私は半年間でしたが2年7ヶ月ありがとうございました。本当にハメジュン素敵な番組で、ゲームだけではなくてそのゲームをプレイする皆さん、プロゲーマーの皆さんの魅力に迫ることができて、本当に全方位そのタイトルを好きになることができる素敵な番組だったと思うので、私も終わってしまうのがすごく寂しいんですけれども、きっとこの先ゲームの需要高まっていくと思うので、その中でやっぱりゲームの、楽しさだけじゃなくて、プレイヤーの皆さんのキャラクターの良さとか、戦うところがかっこいいところとか、選手同士の絆とか、そういうところがフューチャーできる番組にまた携われるように私も頑張っていきますので、引き続き皆さんで
ゲームをプレイして毎日楽しく生きていきましょう。本当にありがとうございました。2年7ヶ月は本当に長いようでいて、なんかもうあっという間だったっていう感想がありますね。なんというかマラソンをこうずっと走り続けてたなっていう、そういうのがまず一つ第一印象というか、でなんでしょうね、普通格闘ゲームってタイトルを担当するものなんですよ、当然ながら。なんですけど、自分この番組で2週間に1回収録があるわけなんですけど、2週間に1回普段やってない格闘ゲームの実況と解説を必ずやるみたいな、それは本当に得難い経験で、多分この番組がなかったら自分がやっていないゲームとか担当してないゲームに関しては、格闘ゲームに関してはもしかしたらスルーしてた可能性がある。だから選手のこととか深く知らなかったり、シーンのことに対してそんなに興味持ってなかったかもしれないですね。それぐらいこの格撃士アメジュンではその格闘ゲーム、この国内日本の格闘ゲームっていかに多様なのか、いかに芳醇なのかっていう、その格闘ゲームを作った国ならではのこのシーンの多様性っていうか、そういうところが、この収録の準備だけでも、大変さとともに再認識できたというか、っていうのがね、まず一つ大きな思い出として残ってますね。こんなに公の場でこんだけのタイトル数格闘ゲームの実況解説やったのは多分自分だけなんじゃないかと思うぐらい、それぐらい自負できるぐらいマジでいろんな格闘ゲームをやらせてもらったなっていうのがやっぱりすごい自分としては何でしょう、これは本当に得難い経験ですよね。で、その中でやっぱりなんでしょう、言ったらだからメインストリームではないとされるような格闘ゲームの取り扱うことをたくさんできましたし、そういった選手たちがやっぱ出れて嬉しかったみたいなことを言ってもらえると、やっぱそれはすごい妙利に尽きるというか、やっぱり自分のでかい言葉になっちゃうかもしれないですけど、目標として格闘ゲームってジャンルに対して何かコミットしたいっていうところがやっぱありまして、そういう意味ではそういうタイトルの垣根を越えていろんな格闘ゲームを取り扱うことができたっていうことをやらせてもらえたのは本当に感謝ですね。本当にこの番組をこんなに長く続けていただいて、その中で当然すくい上げられなかったものもたくさんあったと思うんですけど、普通だったらもしかしたら取り上げられなかったものも、たくさん取り上げることができたなっていうふうに思ってます。いや2年7ヶ月という非常に長い間、自分の中ではそんなに長いと思っていないんですけれども、この格撃士ハメジュンを、ご視聴応援くださって本当にありがとうございました。皆さんの応援あってのですね、ここまでの、活動だったというふうに、思っています。私はですね、今後も格闘ゲームというこの呪縛から逃れることは多分できないと思っていますし、どこかでね格闘ゲームを好きでいてくれるんであればどこかで出会うこともあるかもしれません。その際はねぜひよろしくお願いいたします。ということですね、非常に長い間でしたが、ご視聴ご応援ありがとうございました。